家だっていう小ガラスを、焼いた窯があるんですけども、単味といって1種類の粘土でいろいろ混ぜるんじゃなくて、やっぱそこの土地のその力というか、そういうものがある粘土を私はできるだけ使いたいんで、いろいろ混ぜ合わせて調整するんじゃなくてね。やっぱこう手っていうのは年齢とともにね、やっぱ皆さん変化してくるものだと思います。もちろん顔もそうだと思うんですけども、体もそうですけども、手仕事をしてると特に、やっぱその職種によって、手の形とか雰囲気が変わってくると思うんですけどね。やっぱり泥仕事をするとやはり荒れたりもするんですけども、逆に、土を触ることによって健康にいいとかね、そういうのはありますね。だからそうですね、顔と同じように手も、そういう歴史を物語ってくるのかなというふうに感じます。その素材の生かし方が大事かなと思います。だから焼き物をしてますんで、粘土はすごくこだわるんですけども、新素材は新素材としての生かし方が、工夫の仕方があると思うし、そういう、この土地から出てくる素材感とか他にもいろいろありますよね。食に関してもそうですね。だからその生かし方が大事かなと思う。何がいいとか悪いとかいう感じでは語れないんじゃないかなと思いますけど、はい。こんにちは、中澤太郎右衛門です。こちらのはですね、記念館は、今年の3月10日に開館いたしました。名前がお茶碗窯記念館と言いまして、うちには昔からですね、約300年近く前からお茶碗窯という上り窯がありまして、そちらでは唐津藩に献上した献上ガラスというものを焼いておるんですね。でそういうものを一堂に展示して、見れる場所、または献上ガラス以外に代々の中田家の歴史をたどる作品をですね、皆さんに見ていただきたいという気持ちからこちらを作りました。でこちらの建物は約150年ぐらいの民家をですね改造しまして、こちらには私の祖父の12代ももちろん住んでましたし、父も13代も住んでましたし、おじやおばなんかがみんな、こちらで生活して、私も実はこちらで生まれました。でそういう思い入れのある場所をですね、リノベーションして、今回記念館として開館することとなりました。そうですね、このコロナ期なんですけども、なかなかお客様人手が少ない、全国世界的にそうなんですけども、
徐々にですねこれが戻ってきまして、またこの記念館にもたくさんの方が来ていただきたいと考えております。大テーブルって私言うんですけど、これはアフリカ産の、桜の大木の一枚型です。これを題材として、父の日展の作品、特にこの牛は日展に父が13代が初めて入選した牛の頭頂ですねを展示しております。で、左の方は羊なんですけど、これもやっぱり日展出品作品で、これは旧ソ連のですね文化省の買い上げとなってるんですよ、日展のものがですね。でそれの同じ時に作った姉妹品をこう並べております。でこちらは父の代表作、若い頃の代表作で「牛」という名前で、特選をもらった時の作品ですね。叩きで作る、紐作りで作って叩いて作る。でこの図案はですねフランスのラスコー動物壁画を参考に作ったものだと言っておりました。で前後しますが、こちらがですね、私の父は日展に長年所属してましたし、日本芸術委員会員になったんですが、最晩年というか亡くなる直前の日展の出品作で、こういう魚をですね、絵を描くのが得意でしたから、これは象眼という技法で彫り込んで、そこに黒土だったり白土だったりを入れてですね、それを表面を削って絵を出すという象眼という技法なんですけども、それに、朝鮮半島の高麗青磁の透明油をかけた高麗青磁の釉薬をかけた青磁象眼という作品ですね。父の最後の日展の代表作ですね。でこちらも同じく日展の出品作なんですけども、こちらも、比較的、もう年を取ってからの作品ですけど、父は若い頃からこういうブルーの作品をよく作ってまして、翡翠という名前を付けてるんですけども、先ほど説明しましたようにこれも象眼という技法で彫り込んで、黒土というか白土を埋め込んで、この紺色のところは表面にですね、これは土にコバルトを一緒に含ませるとこういう紺色になりますね。で、一旦1250度で本焼きをして窯から出してきて、炭酸銅を含んだ釉薬で今度800度ぐらいで、表面、焼くんですね。表面にかけて、比較的焼き物の温度は低い温度で、焼くんですけど、そうするとこういうブルーの色になるということですね。それからこちらは父がいろんな陶器だけじゃなくて磁器も実は何点かありまして、磁器の天草の磁石で作った。でこれはおそらくセンブリで彫ってですね、やはりコバルトの染付という顔料で絵を描いたものですね。水差しとして作っています。でこっちはですねこれも特徴的な叩きって先ほど説明しましたけど、粘土より紐をこう、積み重ねていく。で内側にコテを入れ、外から板でですね模様が入った板で叩いていくことを叩きと言われる技法で、昔からある技法なんですけども、これはちょっと違ってるのは東南アジアのタイで作ってきたんですね。でタイに私のところに勉強に来た人がいて、父は向こうに行って向こうの現地で向こうの粘土で、赤い鉄すりを塗ってですね、でそして藁で焼いてるんですね、野焼きで。だから700度ぐらい低い温度で焼いて、この黒い部分がですね、底になるんですよ。藁の下になって黒くなってしまう、そういう技法で、こういう壺を作っています。半根立てですね、そこをですね丸く叩き出す技法が昔からあるんですけど、そういう技法で作った作品ですね。それからこちらは父のいろんなスケッチがたくさんあるんですけども、これははがきサイズのスケッチブックをこう一枚一枚ばらしてから、こういうふうに、こういう冊子にしてるわけですけども。父は何分85で亡くなったんですけども、非常に絵が好きな人で、もう小さい幼稚園生頃からずっと絵を描いてたみたいで、亡くなるまで描いてたんですけども、
いろんなとこに行ったり旅行したりすると必ずこのスケッチブックを持って携帯してですね、でその現場で、鉛筆で描いて、よく美術館なんかは写真とか撮れないので美術館に行ってはスケッチして、でホテルに帰ってきて着彩するということを繰り返していましたね。だから非常に本当に絵が好きだったんだなというのは感じられます。それからあとこちらが、屋久杉のテーブルの上に置いてるんですけど、こちらは12代祖父ですね、祖父がろくろで作って、そして指でですね鉄薬をちょんちょんちょんとつけていく、人紋ですけども指でこう模様をデザインしていくという珍しい絵の描き方というかデザインの付け方を水差しとして作っていますね。からこちらの方が墨流しっていいまして、これはですね12代祖父がろくろで作って、そして、中に白土化粧土をですねかけるんですよ。ダバッとかけて、外側は鉄薬をかけてますけど中に白化粧土をかけて、竹筒の中に鉄絵の具を入れてポトッとここに落とすんですね。こうやってポトッとしてくるーっと回すんですね、一回ね。そして、私の父やおじたちが一緒にこれを揺さぶってですねマーブル状になるという技法で、珍しい技法なんですけども、実はこれは中国の宋時代北宋時代にある技法なんですね。これを、私の父は知ってたのでそういう技法で作ったものですね。これは12代、が84歳の時にですね描いた絵なんですけども、京都の大徳寺で得度を受けるわけです。得度するわけです。その時に自分が描いた絵に、京都の大徳寺のその時の館長さん、法谷孔明老師と言われますけど、その方が画賛というかこう字を書かれてですね、この絵に対してこういうふうな、書を書かれて、作品なんですね。花入れは12代の旅枕っていって、こういう形のことを旅枕っていうんですけども、朝鮮ガラスの旅枕の12代の作品ですね。花入れうちに前弥生式土器がありまして、それが輪線のこういう2つの輪線のですね、ものだったんですよ。おそらくそれを真似て12代が作ったかなと思われます。こちらがですね、こちらが私の作品なんですがこれは1990年に第22回日展で特選をもらった作品ですね。非常にこういう私若い頃は非常にオブジェ的なものを作ってたんですけど、こちらも作り方は先ほどの土器の作り方で半ネラ式の作りなんですよ。真っ平らなところをですね逆さまにして手を入れてですね丸石入れてそこを丸く叩き出す。だからこれ動くんですね、コロンコロン。そういう作品で、三角形の中に三角形がある、また三角形がという技法で、これは焼き方はですねレンガで、壁を作ってですね、木炭ともみ殻を交互に入れるんですよ。で蓋をして焼くとこういうふうになる。でこれ黒いのはね木炭の跡なんですよ。そういう手法です。だから表面は透明をかけてないからマット状になるんですね。一番大事なメインの展示ですけど、こういう献上ガラスで中田家は代々唐津藩に献上するものを焼いてきたんですね。こういう白比較的白っぽくて写実的な絵が多いんですけど、そういうものを代々ねずっと作ってきました。年代が古い順からこう一緒に並べております。これは、みんなで陶片を
私の作品とか窯の破片作品を割ってみんなで割って貼った作品が作る陶片のでこちらが11代ですね。私の10からひいじいさんがいますけど11代の作品で、まあこういう器物は作らなくてこういう焼き物の彫刻陶彫をですね得意としたそうでした。これは半銅亀っていう古い窯があるんですけど、そこから出土した堀ガラスのぐいのりですね。まあ、非常に珍しいんですけど堀ガラスのぐいのりはですね。こちらはまだら穂柱窯のまだら川クジラ、まあ朝鮮ガラスとでもいいんですけども、まあこれも非常に珍しい。こういう茶碗ではですね、こういう縁の部分が茶色くなっているのはあるんだけど、ぐいのみではまずあんまり見たことないですね。で実際のお酒を入れると中が青くなります。はい、はい、実際に使うとすごくいいですね。こちらはまあ三つ星、まあおそらく松浦島の関係の家紋ですね。この三つ星、反対側は三つ星なんですけど、逆の三つ星、上が2つ下が1つの三つ星がついてるんですけど、というぐいのみです。こちらはぶどう門の茶入れ、まあ今は茶入れなんですけど、昔はもうおそらく湯飲みとかそういうものに使われたであろうと思います。それを替え茶器といって茶入れとして象牙の下蓋をつけて使っております。こちら初代のですね、初代は中里又七というですね、2代目が太郎右衛門です。3代目が陣右衛門、4代目が太郎右衛門で、偶数が太郎右衛門です。大体ですね。で、初代の中里又七が作った船どっこい、昔江戸時代に底広で、倒れないように作って、でおそらくお酒とか昔は入れたんだろうと思うけど、今私もこの形作りますけど、花入れとしてですね、こういう形は作ります。1596年ぐらいですね、作ったんです。でこちらはまあ奥蓬莱じゃあちょっと小ぶりの奥蓬莱なんですけども、まあこのちょうどバランスよくその石ハゼと石がね入ってるところはまあ見どころかなという感じがします。まあすごくいい茶碗だと思います。でこちらは唐草の絵が描いてあるからちょっと最初からこれは4番目作ったんだろうと思いますけどまあ父が骨董品第1号若い頃に買った作品ですね。こちらは前2歳ガラスでもともと言ってたんですけど半光で押して、そしてそこに白土をこう埋めて、そして緑の銅ですね、銅 CUO 銅をこう絵の具で塗って酸化円で焼くとこういう緑になっているんですね。庭木窯というものですけど、今では小竹とも呼ばれます。こちらは先ほど言いました11代の中里天佑の作品で、虎なんですけども、非常におそらく、絵かなんかで見て想像で作ったものだと思うんですけども、非常に毛並みなんかもですね一本一本丁寧に描いておりまして、非常に名作だなという感じます。でこれは目とか牙とかですね、爪なんか白く化粧土を塗ってですね、その表面に透明油をかけてるから暗くするとですね光ります。ピカッと光ります。でこれは逸話なんですけども、これに猫が本物と思って飛びかかったという逸話がね残ってるぐらい、なんかすごい作りがいい作品だと思います。でこちらからは12代の祖父の中里右衛門が作った水差しですね。こういうものを朝鮮ガラスというんですけども、朝鮮ガラスは昔朝鮮半島で作られたか空手で作られたかはっきりわからんからですね、朝鮮ガラスという名前がついております。で実はこの水差しは私の13代父はですね、12代の水差しの中でこれが一番いいだろうというふうに生前言っておりました。でこちらも12代の水差しなんですけど、これも表面に白化粧土を塗って、鉄分のある土にそれを塗って白くして表面にこの C 社というんですけども、やっぱり同じ CUO 銅なんですけども、これが焼き方によってさっきの緑色になるのは酸化で焼く。でこれは
還元塩って言って酸素を欠乏した焼き方をやるとこれ赤く発色するんですね。だから釜の炊き方で違うんですけど、こういう赤をですね鮮やかに出すっていうのは本当に至難の技なんです。はい、でこちらは12代の代表作の一つで井戸茶碗で花火という名前がついておりまして、ご覧の通り、上り窯の中で炎がですね直接まっすぐ当たるところは釉薬が少し弾けてるんですね。その弾けた景色がちょうど花火のように感じられるので花火という名前を付けたみたいですね。でこちらの掘りガラス、掘りガラスは先ほどのぐいのみもありましたけども、お茶碗で何点か小ガラスで現存するんですけども、それを意識してこういう掘りガラスを12代無庵が作ったんですけど、ろくろで作って柔らかい時にこういう削るわけですよ。かんなかなんかゴンベラかそういうものでですねポッポッと削ったところが粘土がガタガタガタとこうなるわけですね。そこに長石釉って言うんですけど、長石と灰を主体とした釉薬をかけるとガタガタっとなったところにですね釉薬が閉じるんですね。それ貝らぎっていうんですけども、それが景色になる。そういうものを狙ってこういう作品を作っています。でこちらは織部ガラスっていうんですけど、織部っていうのは昔武将におりましたけど古田織部ですねそういうその人が衣装をこういうデザインを起こしたから織部っていう名前がついてるんですけども、12代祖父がこれはろくろで作ってですね絵付けは13代がします。12代はほとんど絵を描かない人で、13代は絵を得意としてもうすごくたくさん描いてますね。だからその親子合作の作品です。でこちらは13代父の作品で、こう広がって、青色っていう、こういうの色型っていうんですけども、これはおそらくですね韓国の土で作ったんだろうと思います。で一番右の方が私の作品で、私がこれ14代を襲名する以前に、東京で個展をした時に、発表した作品なんですけど、あるお茶人さんがこれを購入していただいて14、15年使われたんですよ。ですごくよく変化してたから、それをまた私が買い戻した作品で、記念すべきお茶碗でここに展示させていただいております。今この瞬間だけじゃなくてやっぱりその前の何百年っていう歴史というかそういう地位みたいなのがあるのかなって感じることはあります。唐津は佐賀県唐津市で福岡からすると西の方になる。やはり大陸との近い港町というかそういう意味では大昔からやっぱりアジア大陸と交流を持った場所であろうというふうに思いますね。だからそういう地の利を生かした今後ですねそういうことをですね発信できたらいいなと。唐津は日本の国の中でも、特にそういうところに恵まれていると思うのでそういう文化の発信ができるようなところにしていきたいなというふうに思いますね。